皆さん、こんにちは。グレイスカウンセリング心理カウンセラーの金尾美穂です。いかがお過ごしでしたか？拒食症という言葉、皆さんもどこかでお聞きになったことがあるんじゃないでしょうか。拒食症と過食症を総括して摂食障害と呼ばれています。過度の食事制限でどんどん痩せてしまう拒食症、そして食べることが止められなくなる過食症、時には命の危険すらある摂食障害。でもどうして目の前に食べるものがあるのに食べられなくなっちゃうんでしょう。摂食障害になる方の中には、スポーツ万能、成績優秀、その上学校では学級委員までこなしていたという方も少なくないんです。お腹が空いていて目の前に食べ物があるのに食べずにいるには強い精神力が必要です。自分が決めたことを自分を律しながらやり抜く、そんな強い精神力があればこそ拒食症になるという面もあるんです。摂食障害の方のための自助グループ、日本アノレキシアブリミア協会、通称 NABA の代表、精神保健福祉士の鶴田桃江さんは、摂食障害の症状というのはコップに湧き立つ泡のようなものだとおっしゃいます。どのくらい食べられたかというような症状、つまりコップの泡に集中して見ていると目が回ってしまって混乱してきます。必要なことはその症状ではなくて、症状を作っている原因に目を向けることだというんです。でも拒食症になっちゃう原因って何なんでしょうか。長年多くの摂食障害の方に触れてきた鶴田さんはこう言います。摂食障害になる根本的な原因、それは現代を生きるすべての人に通じている生きづらさと同じなんだと。食べることが怖い、太ることが耐えられない、何を食べたらいいかわからないという摂食障害の感覚は、言い換えれば生きていくのが怖い、自分の存在が耐えられない、どう生きたらいいかわからないという気持ちの表れだというんです。そしてその根底には、こんな自分じゃダメ、こんな自分だったら見捨てられちゃう、自分は生きてる価値なんかないという思いが流れていて、ありのままの自分を否定する自己否定感があり、それこそが摂食障害の原因になっていくというんです。自分には生きる価値がないと思いながら生き続けるのは誰にもできないことですよね。精神力が強い自分に厳しい彼女たちは、自分の生きる価値を作るためすごく頑張ってきた人たちです。でも自己否定が出発時点だから、立ち止まったらもう終わってしまうという恐怖心が常について回っているんです。拒食症と過食症というのはコインの裏表のような関係です。拒食だった人がある日を境に過食症になったり、その両方を行ったり来たりすることはよくあります。でも昨日まで食べられなかった人がなぜ突然過食になるんでしょう。皆さんもこんな体験がありませんか？今日から絶対ダイエットだと決めて、しばらくはうまくいってたのに、何かのきっかけでたくさん食べちゃった途端、もういいやとタガが外れて、結局元に戻ってしまった。過食症も似たような心理状態と言えるかもしれません。拒食で痛々しいほど痩せてしまった女性たちが、全然食べてないのになぜかとてもエネルギッシュで生き生きとしているということはよくあります。それは彼女たちが計画通りに理想的な自己管理を自分はできてる
という自信に満ち溢れているためなんです。確かに誰でも自分の立てた目標に向かって着々と計画を進められているときは充実感もあるし、自分に自信を持てますよね。ちょうどそんな状態なんです。でも一つが崩れてしまうと、それまで自分を支えてきた自信とともに頑張る気持ちも崩れてしまって、一気に食欲に歯止めが効かなくなり、過食状態になってしまうんです。つまり、頑張り続けることに疲れ果てて、もうすべてを忘れたいという心理状態です。こんな風に考えてみたら、摂食障害が特別な人の問題ではなくて、形は違えど誰にでも起こり得る問題だって理解できますよね。もし自分や大切な人が摂食障害になってしまったときはどうすればいいんでしょう。自分を律して過度の食事制限をする理由、それは頑張らなかったら人に認めてもらえない、受け入れてもらえない、自分は愛されないという心の底に恐れがあるからでしたよね。でも実は自分を受け入れていないのは他でもないあなた自身なんです。もちろんあなたの親は頑張らなければ受け入れない、成果を出さなければ認めない、頑張れ頑張れというメッセージを送ってきたのかもしれません。でもそのメッセージをいつの間にか自分の中に取り込んで、あなた自身も自分に厳しく接してしまっているんです。疲れて頑張りたくない時も、そんな自分を認めず無視してきたから、もう一人の自分が怒って生きづらくなってしまったんです。だから楽に生きるためには、まず自分と仲直りをすること。ちゃんとできない自分や思い通りにできない自分が出てきた時も、そんな自分をいたわること、受け入れることです。それがコップの泡に集中するのではなく、原因を根本から解決することになります。皆さんはどう感じましたか？実際に摂食障害を乗り越えた方々は、このおかげで自分は生き残ってこれたと感じるようです。辛く感じる症状も、それがどんな症状であっても、あなたの命を守って、あなたがもっと生きられるように、楽に生きられるように導いてくれています。悩みはあなたとあなたの家族がもっともっと幸せになるための贈り物。大丈夫。あなたにもできます。ではまた。